っと我慢してることがあるんですよ。あたびこんにちは、はなです。今日もお旅始まりました。いきなりなんですけど、私ずっと我慢してることがあるんですよ。コロナ禍が始まって約1年半。もういい加減海外に行きたいそう、もともとね、海外が好きで、オーストラリアに2年間住んでたこともあるし、台湾一周ツーリングに行ったりだとか、あと、タイにもツーリング行きましたね。で、次はどこに海外ツーリング行こっかなーなんて考えてる間に、コロナ禍ですよ。ほんとね、この海外に行きたい欲がもうどうしようもないので、私、スウェーデンに行きます。と言ってもやっぱりまだ行けないので、スウェーデンヒルズっていうところにね、行きたいと思います。海外っぽいところに行って海外旅行気分を味わおうという作戦です。スウェーデンヒルズがどんな場所かというと、六本木ヒルズのような豪華な建物ではなく、遊園地のようなアミューズメントパークでもなくて、住所の一つなんですよね。東京都足立区スウェーデンヒルズみたいな感じです。北欧の建物が立ち並んでてすごく綺麗なエリアだっていうことなので、今日はスウェーデンに行った気分で楽しみたいと思います。とはいえね、私スウェーデンに行ったことがないんですけど、スウェーデンって何が有名なんですかね。イケア全然思い浮かばないんだけど、行けばね、何かしら面白いものあると思います。じゃあ今日もよろしくお願いします。あたびスウェーデンヒルズに行く前に1箇所行きたいところがあって、道の駅なんですけど、スウェーデンのものがねいっぱい置いてあるっていうことで、ちょっとね合わせて行ってみたいなと思います。これですね。なんか見た目は普通の道の駅みたいなんですけど、どう違うんだろう。よし、じゃあ行ってみましょう。あたびすごい看板もスウェーデンヒルズになってる。分かりやすくていいですねもうちょっとね、この道の先行ったところがスウェーデンヒルズっぽいんですよね。楽しみだな。いやー気持ちいいですね、こういう道。街灯とかもないしね。いい感じのカーブ。なんか建物が見えてきましたよ。同じような色の建物がこの辺のエリアなのかな。すごーい。ほんと日本じゃないみたい。綺麗。いやーめっちゃキョロキョロしちゃういや洋画の世界ですねこれ。本当にね、日本じゃないみたい。すごい。何がいいってね、電線がないんですよ。電信柱とかも。だからね、空が本当に広くて綺麗で、オーストラリアもねこんな感じだったので、やっぱ思い出しますね。この辺にねカフェがあるってのを見たんですけど、どこだろう。ここかな。大きなありました。カフェありです。ちょっと寄ってみましょう。
すぐ近くにですね、スウェーデン交流センターってのがあるみたいです。なんかあるかな、ちょっと行ってみましょう。ここっぽいですね。お、スウェーデンの国旗が。これは撮影してもいいのかな、ちょっと聞いてきますね。撮影許可ありました。中すごいいろいろありますね。スウェーデンの紹介パネルみたいな。何あれ旅。街中走ってたらね、公園見つけたので寄ってみました。レクサンド記念公園って書いてます。鍵がかわいいちょっと中見てみましょう。景色結構いいですよ。こんな公園近くにあるのいいですね。いやーでもね、本当に海外に行きたい。もうちょっとで行けるようになると思うので楽しみにしたいと思います。私のチャンネルではこんな感じでモトブログや整備動画上げてます。この動画が面白いなと思ったらチャンネル登録やグッドボタンぜひよろしくお願いします。ではまた次回の青旅でお会いしましょう。またね。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。他にも動画いろいろ作ってます。よかったら見ていってください。